ピンポンパンポーン。この動画は中編です。まだ前編を見ていない方は、概要欄にリンクがありますので、先にそちらをご視聴ください。では、始まり。では、中編に入る前に少し前回をおさらいしていきます。古代信仰の影響が庭園に取り込まれて、自然を表現する作庭方法になっていったんだよね。そう。それから飛鳥時代に入り、庭園文化が大陸から入ってきました。貴族好みの優雅な庭が平安時代まで策定されて、そこから鎌倉時代に入っていったんだよね。鎌倉幕府ができ、武士が力を持つようになった影響で、武士好みの庭になっていったんだね。この頃大陸から入ってきた禅の精神が武士に取り入れられて、荒々しい景観表現になっていったんだよね。そう。ここまでが前回の話です。じゃあ中編、鎌倉時代が終わって室町時代に入っていくところから話していきたいと思います。その前に、このチャンネルでは身近にあるけれどもあまり知られていない日本文化について話していきたいと思います。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、事務連絡も終わったところで室町時代からです。禅の影響は鎌倉から引き継いでいて、さらに色々な表現が出てきます。代表的な庭園には金閣寺庭園があります。足利義満が作ったもので有名だよね。建物は有名だけど庭もすごいんだ。そうだね。ただ、一から作ったわけじゃなくて、もともと西園寺家が持っていたものを義満が譲り受けたものです。西園寺家が所有していた頃は浄土敷庭園だったんだけど、義満が禅の要素を入れて改装したものなんだよ。室町に入っても禅は人気なんだね。自分好みに手を加えるなんてすごいこだわりだな。あと、金閣寺と一緒に有名なのが銀閣寺だね。金じゃないんだ。で、おなじみのやつだ。みんな一度は思うよね。近くにあるのが金すぎるんで余計に感じる。こっちは足利義政だよね。確か政治はあんまりだけど芸術大好きな人でしょ。それは否定できないな。ただ、芸術面では東山文化と呼ばれるものを作って後世に大きな影響を残してるんだよ。義政が大好きだったのが前回動画で出てきた西方寺庭園で20回以上行ってたらしいよ。苔寺 ?20 回以上って入り浸ってるな。実は金閣寺両方とも西方寺を意識して作られたって言われています。へえ、そんなにすごいところだったんだ。で、義政の庭作りに関わった人が同房宗の禅阿弥だね。なんかその名前聞いたことあるな。能の人じゃなかったっけ？近いんだけどね。まず、同房宗とは、義満や義政に仕えた芸術家集団のことを言います。室町時代以降、将軍の近くで雑務や芸能に当たった人たちで、後世では信長や秀吉、家康にも仕えたとも言われています。そのメンツに仕えるなんてすごい。エリート集団だね。庭の他にも、茶道や水墨画やレンガなど、いろいろな分野のエキスパートがいるんだけど、この人たちの名前には、だいたい阿弥の文字が入ってるんだよ。さっきキリタン言ってた能の人は、同房宗の中の観阿弥と世阿弥のことだと思うよ。そういうことなんだ。同じような名前だからややこしいね。庭にしても能にしても、この時代は文化が一気に盛り上がったみたいだね。それも義政のおかげなのかな。でもね、京都が飢餓で苦しんでる中でも、日本庭園の造営とか猿楽とかで楽しんでたみたいだから、褒められた人じゃないかな。それはダメだろ。じゃあ次は、室町時代に発展した様式です。何が出てくるのかな？それが、枯山水庭園。きたー！ここで出てくるんだね。枯山水を簡単に説明すると、石と砂だけで山水を表現しているもので、水を全く使ってない庭園のことです。でも、今まで庭と言ったら水を使ってきたでしょ？なんで急にそんなことするようになったの？それはね、応仁の乱が関係しているんだよ。どういうこと？順番に話していくね。まず、枯山水って概念は急に出てきたものじゃなくて、最初は平安時代に書かれた作庭記に出てくるんだよ。これは、世界最古の作庭書とも言われています。その中ではあくまでも、治泉庭園の一部に組み込まれた石組みのことを指しています。それだけだと今で言う枯山水とは言えないかな。本格的なものになると、実は西方寺庭園ですでに使われていて、上段に枯山水、
下段が地泉庭園の2段構えになっています。苔寺すごいな。何回出てくるんだ。それだけ庭園史上重要な庭ってことだね。それから応仁の乱が始まっていくんだけど、これが11年とすごい期間続いたんだよ。11年。私の年と一緒だわ。そういえばキリタン正午だもんね。そういう設定だよね。設定言うな。この内乱のせいで国が荒れに荒れて今まであった地泉庭園が大量に破壊されてっちゃうんだ。せっかく作ったのにひどい。元に戻すのは大変じゃないの？お金も時間もすごくかかるからすぐには直せないんです。で、どうしたかというと。庭がボロボロになってしまった。直さないと。待ってください。修復するにも池を作るのは莫大な人員とお金が必要になります。戦のせいで今そんな余裕はありませんよ。そうか。じゃあこのままほっとくしかないのか。そういえば池もいらないし狭い土地でも安く作れる庭があるってどこかで聞いたような。それだー。こうして、地泉庭園よりも費用を抑えて、しかも土地をあまり必要としない枯山水が発達することになりました。今の茶番が気になるけど、なるほど。あと、枯山水の需要ができた一つに禅も関係してるんだよ。それなんとなくわかる。枯山水の前で座禅を組んでるイメージあるもん。枯山水で表現しているので、新山幽谷というものがあって、これは、禅の本来の修行の場である未踏の奥深い自然を表現しています。ただ、広大な自然の風景をそのまま作ることはスペース上できないから極限まで凝縮して抽象化をすることで石一つで鉱山を表したりして向き合った人が新山幽谷をイメージする。そういった禅の修行に枯山水が向いていたんだね。なるほど。庭と禅の関係がどんどん密になってくんだね。未踏の地をイメージするなんて神秘的だよ。あとは中国の水墨画を手本に策定しているものもあるから平面である山水画を立体に表現し直したとも言えるね。テレビとコントローラーでやってたゲームから VR が登場したってことでいいよね。出た時臨場感には驚いたな。でもコントローラーをまだ使ってるしスペースの問題もあるし今の段階だとまだまだコンシューマーの主流になるのは先かな。e スポーツが盛り上がってるし次出る VR 技術によってはゲームの楽しみ方が激変するかもね。個人的にはシューティングが多いからファンタジー RPG だ。その話後にしてもらってもよかですか？じゃあ後で話してあげるから。この後時間空けといてね。じゃあ、枯山水庭園の紹介として、まず、大仙院庭園です。ここは34坪ほどの狭いスペースしかないんだけど、その中に3段の滝や大海を表現しています。すごい石組みだね。小スペースを感じさせないぐらいダイナミックだ。今まで船に乗ったり歩いたりする鑑賞方法だったけど、枯山水は禅の修行として庭の前で座禅を組んで試作などをするから基本的に建物の中からの鑑賞になるね。このような様式を鑑賞敷と言います。この庭の前に座ってしばらくぼーっとしたい。他には水墨画と作庭に関わった人で雪舟がいます。雪舟の水墨画ではこのだるまの絵が有名だよ。これなら見たことある。服だけがやけに抽象的になってて面白いよね。作庭の方では満腹寺庭園があるね。この庭は仏教の世界観である地球の中心の趣味線を表現している作品です。さっきの大仙院庭園とは違って大きいスペースで表現しているね。あれ？でもよく見るとこれって砂がないじゃん。高低差もあるし、見た目からしても大仙院の枯山水とはだいぶ違うね。それはね、枯山水の中にも前期式と後期式があって分かれているんだよ。へえ、それで違うんだ。前期式は西方寺とかこの満腹寺庭園みたいに山の斜面を使って策定する方法で、後期式は大仙院庭園のような水を砂で表現したものになります。後期の方は馴染みがあるからわかるけど、前期は言われないと見過ごしそうだよ。じゃあね、雪舟の方に話を戻すと、雪舟の作庭の特徴としては、山水画の手法が取り入れられているところで、前方の切り立った山と後方の山との遠近感が庭でも水墨画でも表現されています。なるほど。モチーフの意味とか岩組みの手法とかを分かって鑑賞するとより深く楽しむことができそうだね。
じゃあ、長かった室町が終わって、次は安土桃山時代の庭を見てきましょう。戦国の世はどうなってるのかな。戦の花だけじゃないとこを見せていこう。はいよ。この時代の美術や建築は権力を鼓舞するものが多くて、例えば、城を作って大きな天守閣を作ったり、金箔を使った襖絵とか、豪華なものが多いね。その特徴は、庭園にも取り入れられてて、基本的には使うものは、今まで通り水や石やとシンプルなんだけど、石組みが豪快で力強くなってるね。この頃の庭で、二条城二の丸庭園を紹介します。うわ、池の周りが巨石だらけになってるね。これ全部集めてくるのは、相当大変だったんだろうね。現代だとクレーン使ってやるみたいだけど、この頃は牛馬に引かせてたらしいから、相当大変だったろうね。この庭を作った人が小堀遠州という人です。遠州は多くの庭園を残し大茶人でもあった人で、遠州流という現在でもある茶道の流派の一つも作っています。ほえー。遠州もすごい人なんだけど、この時代の文化人と言ったらあの人だよね。それは、千利休。私のセリフ。あれ？でも、この人ってお茶の人だよね。庭にはあんまり関係ないでしょ。まあその通りお茶の人なんだけど、茶の湯の精神性を取り入れた茶室を作り上げて、それに合った茶庭も考案したんだ。それを露地と言って、現在では日本庭園の様式の一つにまでなってるんだよ。お茶だけじゃなく、庭でもイノベーションを起こしてるんだ。すげー。そうそう。今までの様式に即さない新しいもので、大きな違いとしては、池泉庭園や枯山水は大海や荒々しい山岳を表現しているのに対し、この庭はこじんまりとした山間の風景を取り入れたんだよ。なるほど。鑑賞するものというよりも、どこか落ち着けるような空間に見えるのは、そのせいなんだね。露地に関しては、今後の動画で茶の湯をやりたいんで、その時に詳しく話していきたいです。それ面白そう。学校でも茶道部とかあるし、身近だけどよくわかんないな。で、この路地から生まれたものが、石灯籠や飛び石だね。そういえば、日本庭園に行くと、石灯籠も置いてあるよね。今までの時代で出てこなかったけど、ここからだったんだ。石灯籠はもともと、神仏に火を奉納するためのものなんだよ。それに美術的価値があるとした利休が、露地に取り入れたのが始まりで、そこから池泉庭園にも置かれるようになりました。今でこそ、小さな庭にも当たり前にあるよね。利休の影響力すごいな。さらに、この路地から発展した庭も、ここで登場してきます。それが坪庭です。なんか聞いたことあるね。小さい庭って感じなのかな。個人の建物の間に作られていった庭だから、だいたいそのイメージでいいと思うよ。今までの庭園は、ほとんどが貴族や武士の邸宅や寺院で作られてたのが、ここでようやく庶民が持てる庭が出始めてきたんだ。坪庭は、家の人のプライベートな空間だから、枯山水風だったり路地風だったり、自由な庭作りがされてったところが面白いね。今だって庭付き一戸建てには憧れるよね。大きな庭園では出せない自分だけのこだわりを表現できるのにはロマンを感じるよ。わびしいよつべー。じゃあ、ここまでが安土桃山時代までの庭園史です。次の後編は江戸時代から話していきたいと思います。戦国時代から一変して平和になってくんだろうけど、これからどうなるんだろう。いろいろな様式が出てきたから、さすがに新しいのはもうない気がする。まだ新しいものも少し出てくるね。それよりも、江戸で庭園史上最大と言ってもいいぐらいのブームが起きるのが見どころだね。多分、キリタンの想像以上にすごいことになってくるよ。へえ、それは次が楽しみだね。それじゃあ次回は後編、江戸時代から近代までをやります。世界一の庭園都市と言われた江戸の庭事情。西洋庭園とモダン要素が取り込まれた近代庭園を話していきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。